理解説。1970年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ、1970年ってどんな映画が公開されてたか知ってる？お、いいところに目をつけたな。1970年は映画がめちゃくちゃ盛り上がってた時代だぜ。名作がいくつも公開されて、映画館も大賑わいだったんだ。へえ、それは面白そうね。当時って、どれくらいで映画を見られたの？その頃の映画館の入場料金は550円だったぜ。今の物価と比べると随分安く感じるだろうけど、当時としてはちょっとした贅沢だったんだ。550円か。ポップコーンとかジュースを買ったら、さらにかかりそうね。そうだな。でも、その分、映画館で見る体験は特別なものだったんだぜ。スクリーンの大きさや音響、それに観客のワクワクした雰囲気が独特でな。特に、1970年公開の映画には今でも名作と呼ばれる作品が多いんだ。なんだかワクワクしてきた。今日はどんな作品を紹介してくれるの？今回は1970年公開映画ベスト10をランキング形式で紹介するぜ。名作から隠れた名作まで、盛りだくさんだから楽しみにしてくれよな。第10位。いちご白書。次は第10位。いちご白書ね。どんな映画なの？いちご白書は1970年に公開されたアメリカ映画だ。現代はザ・ストローバーリー・ステートメントで、1968年にアメリカで起こった大学の学生運動を題材にしているぜ。学生運動って、具体的にはどんな内容だったの？この映画では、架空の大学での学生たちの抗議活動が書かれてる。特に主人公サイモンが、学内での政治的抗議に巻き込まれていく様子が中心だ。最初は冷めた態度だった彼が、徐々に自分の意思を持ち、運動に積極的に関わるようになるんだ。なるほど。主人公の成長も書かれてるのね。出演している俳優は誰がいるの？主演のブルース・デイビソンがサイモン役を演じてる。そして、彼と恋に落ちるリンダ役を演じたのはキム・ダービーだ。二人の関係が、映画の中で重要なテーマになっているぜ。映画のテーマ曲も気になるなぁ。この映画のテーマ曲はジョニー・ミッチェルのサークルゲームだ。学生たちの青春と理想を象徴する曲で、映画の雰囲気にぴったりなんだよ。音楽までこだわりがあるなんて、当時の学生たちが共感するのもわかる気がするね。ああ、いちご白書はただの政治的な映画じゃなくて、青春の葛藤や理想を書いた名作だぜ。今見ても、そのメッセージは色褪せないと思う。それはすごいね。若者の心をつかむ名作。見てみたくなったよ。第9位。狼の挽歌。第9位は、狼の挽歌ね。この映画ってどんな内容なの？狼の挽歌は1970年公開のイタリア映画だぜ。セルジオ・ソリーマが監督を務めたアクションスリラーで、主演はチャールズ・ブロンソン。復讐と裏切りをテーマにした名作だ。復讐と裏切りって、興味深いテーマね。どんなストーリーなの？主人公のジェフ・ヘストンは一流のヒットマンだ。物語は彼がバネッサという女性と休暇を楽しんでいるところから始まる。しかし、突如として襲撃を受け、ジェフは命を狙われる。彼女に裏切られたと知ったジェフは、復讐を誓い、自らの過去に立ち向かっていくんだ。裏切られた後、ジェフはどうするの？ジェフは復讐を進める中で、犯罪組織や陰謀に巻き込まれていく。そして、彼が追い求めるのは復讐だけでなく、自分の人生そのものを取り戻すことでもあるんだ。狼の挽歌の面白いところは、復讐劇でありながら、主人公の孤独と生き様が深く書かれているところだぜ。キャストはどんな人たちが出演してるの？主演のチャールズ・ブロンソンの他に、ジル・アイアランドがバネッサ役を演じている。さらに、犯罪組織のボス役でテリー・サバラスも出演しているぜ。個性的なキャストが揃っていて、物語に厚みを与えているんだ。音楽も気になるわ。音楽はエンニオ・モリコーネが手掛けていて、作品の緊張感を高める重要な要素だ。この映画の音楽は、独特の雰囲気を作り出しているんだよ。なるほど。復讐のテーマにぴったりな雰囲気を楽しめそうね。その通りだぜ。狼の挽歌は、アクションだけじゃなくて心理描写や人間ドラマも楽しめる一作だ。
今でも十分見応えがある名作だと思うぜ。第8位、昭和残響伝、死んでもらいます。第8位は、昭和残響伝死んでもらいますね。どんな映画なの？これは1970年9月22日に公開された日本の人気映画だぜ。昭和残響伝シリーズの第7作目で、監督は牧野正弘、主演は高倉健さんだ。高倉健さん主演の人気映画なのね。ストーリーはどんな感じ？物語は大正時代、東京深川の老舗料亭、喜楽の息子、花田秀次郎、高倉健が、家を出て都政人として生きる決意をするところから始まる。ある日、イカサマバクトに襲われた秀次郎は、芸者見習いの育子、藤純子に助けられる。3年後、立派な都政人となった秀次郎は、再びイカサマ氏と対立し、刑務所送りとなるんだ。出所後はどうなるの？出所した秀次郎は、関東大震災で家族が困窮していることを知り、身分を隠して、気楽で板前として働く。再会した郁恵は一人前の芸者となっていて、二人の絆は深まる。しかし、新興勢力の狛江組が気楽を狙い、秀次郎の義弟が相場に失敗して店の権利書を奪われてしまう。交渉に出た恩人の寺田が殺され、ついに秀次郎は怒りを爆発させ、狛江組に殴り込みをかけるんだ。まさに人気映画の王道ね。キャストは他に誰が出演しているの？藤純子さんが郁恵役、池部亮さんが板前の風間重吉役、長戸博之さんがひょっとこの松役など、豪華な顔ぶれだ。音楽は菊池俊介さんが担当し、作品の雰囲気を盛り上げているぜ。なるほど。見どころ満載ね。見てみたくなったわ。第7位、ひまわり。第7位は、ひまわりね。どんな映画なの？ひまわりは1970年に公開された、イタリア・フランス・ソビエト連邦アメリカ合衆国合作のドラマ映画だ。監督はビットリオ・デ・シーカ。主演はソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニが務めている。第二次世界大戦によって引き裂かれたイタリア人夫婦の悲劇を描いた作品で、特に広大なひまわり畑のシーンが印象的だ。ひまわり畑のシーンは有名よね。ストーリーはどんな感じなの？物語は、要塞で生計を立てるナポリの女性ジョバンナ、ソフィア・ローレンと、アフリカ戦線行きを控えた兵士アントニオ、マルチェロ・マストロヤンニが出会い、恋に落ちるところから始まる。結婚休暇を得るために急いで結婚式を挙げた二人は幸せな新婚生活を送るが、休暇が終わるとアントニオはソ連戦線へ送られてしまう。戦後、アントニオが行方不明となり、ジョバンナは彼を探すためにソ連へ旅立つんだ。ジョバンナはアントニオを見つけることができるの？ジョバンナはソ連でアントニオを探し続け、最終的に彼が現地の女性マーシャと再婚し、子供もいることを知る。再会した二人はお互いの新しい生活を理解し、別々の道を歩むことを選ぶんだ。この映画は、戦争が人々の人生にどれほど深い影響を与えるかを深く書いている。切ない物語ね。見どころはどこかしら？やはり、広大なひまわり畑のシーンと、ヘンリー・マンシーニが手掛けた哀切なメロディが印象的だ。また、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの名演技も見逃せない。この映画は、戦争によって引き裂かれた愛と再生を書いた名作として、多くの人々の心に残っているんだ。第6位、女王陛下の007。第6位は、女王陛下の007ね。どんな映画なの？女王陛下の007は、1969年に公開されたイギリスのスパイ映画だ。ジェームズ・ボンドシリーズの第6作目で、原作はイアン・フレミングの同名小説だよ。この作品では、ジョージ・レイゼンビーが初めてジェームズ・ボンド役を演じているんだ。ジョージ・レイゼンビーって、ショーン・コネリーの後任だったのよね。ストーリーはどんな感じ？物語は、宿敵ブロフェルド王ボンドが、ポルトガルでテレサ、通称トレイシーという女性と出会うところから始まる。彼女は犯罪組織ユニオンコルスのボス、ドラコの娘なんだ。ドラコは娘の幸せを願い、ボンドに結婚を持ちかける。最初は情報提供を条件に受け入れたボンドだけど、次第にトレイシーに本気で惹かれていくんだ。恋愛要素もあるのね。ブロフェルドとの対決はどうなるの？ボンドはブロフェルドがスイスのアルプスにあるアレルギー研究所、
ツ・グロリアに潜伏していることを突き止める。彼は紋章院の役人になりすまして研究所に潜入し、ブロフェルドが催眠術を使って女性たちを洗脳し、生物兵器を拡散させる計画を立てていることを知るんだ。最終的に、ボンドとドラコの手下たちは研究所を吸収し、ブロフェルドの計画を阻止することに成功する。スリリングな展開ね。キャストは他に誰が出演しているの？トレイシー役にはダイアナ・リグ、ブロフェルド役にはテリー・サバラスが出演している。また、M 役のバーナード・リー、Q 役のデスモンド・ユエリン、マネーペニー役のロイス・マクスウェルなど、おなじみのキャストも健在だよ。新網走番外地、大森林の決闘。第5位は、新網走番外地大森林の決闘ね。どんな映画なの？新網走番外地大森林の決闘は、1970年に公開された人気映画だ。主演は高倉健さん、監督は石井照夫さんで、シリーズでも特に熱い人間ドラマが書かれている作品だぜ。具体的にどんなお話なの？主人公は少年院出身で障害の前科を持つダンプ運転手の末広勝治、高倉健。ほんの些細な交通違反から、公務執行妨害と法廷侮辱罪で網走刑務所に送られることになるんだ。そこで、庄司不二雄、北海道のグレン隊出身や、力石勇、元東京菊水会幹部など、個性的な囚人たちと出会う。そこで何か事件が起きるの？刑務所内では、嵐田山陽の次男源氏が囚人たちを支配していて、特に庄司を狙っていた。源氏の父が庄司の家族を追い詰めた過去があり、その復讐のためだ。勝治は正義感から庄司を助けるけど、それが原因で署内での争いが絶えなくなり、郊外作業場に送り出されるんだ。そこでの生活はどうなるの？郊外作業場でも嵐田山陽の陰謀が待ち受けていたんだ。農場での横流しや圧力、庄司の姉邦子を狙う計画まであった。さらに、力石も嵐田に弱みを握られていて、一度は協力してしまうけど、最終的には真実を勝春に伝えるため命を落とすんだ。すごく切ない展開ね。クライマックスはどうなるの？勝春は怒りに燃え、邦子の涙を振り切って一人で嵐田山陽に殴り込みをかけるんだ。そこで繰り広げられる迫力のあるアクションと勝治の男気が、この映画の最大の見どころだぜ。キャストも豪華よね。ああ、主人公の勝春を高倉健さん、力石を宍戸城さん、庄司の姉邦子を星百合子さんが演じている。どのキャラクターも深みがあって、それぞれのドラマが観客の心を打つんだ。人間ドラマとアクションのバランスがいい映画って感じね。見てみたくなった。その通りだぜ。この映画は正義感と友情、そして男の生き様が詰まった名作だ。ぜひ一度見てくれよな。第4位、座頭市と用心棒。第4位は、座頭市と用心棒ね。このタイトルからしてすごい対決がありそうだけど、どんな映画なの？座頭市と用心棒は1970年に公開された時代劇映画だぜ。監督は岡本喜八さんで、勝新太郎さんと三船敏郎さんが共演している。勝新太郎さんのライフワークとも言える座頭市シリーズの第20作目で、三船敏郎さんの代表作、用心棒との夢の対決が実現したんだ。時代劇ファンにはたまらない組み合わせね。二人のキャラクターがぶつかるなんて、想像するだけで興奮するわ。そうだろう？でも、面白い裏話があってな。三船さんは最初、この映画をちょっとしたゲスト出演だと思っていたらしい。ところが、タイトルを見て驚いたそうだよ。座頭市と用心棒って、まさに二人の名前が並んでるからね。それは驚くのも無理ないわね。でも、それだけ注目された作品だったのね。その通りだ。この作品では、盲目の剣士座頭市と冷静沈着な用心棒笹大作が出会い、対峙するんだ。物語の舞台は、座頭市が3年前に訪れた村、ヤクザの小仏一家に支配された村で、死は村人たちを救おうとする。一方、小仏一家は用心棒の笹を雇い、死を排除しようとするんだ。二人の剣士が敵対しながらも、お互いを認め合う展開とかありそうね。その通りだ。二人は最初こそ剣を交えるけど、やがて互いの実力を認め合い、
尊敬する関係になる。特に、勝新太郎さんと三船敏郎さんの剣技と演技力が光るシーンは見どころだぜ。夢の対決だけじゃなくて、ストーリーも深そうね。他にキャストについてはどう？梅の役には若尾文子さんが出演していて、彼女が物語に感情の深みを与えている。さらに、小仏一家の個性的なキャラクターたちが物語を盛り上げるんだ。それは見応えがありそうね。夢の共演を楽しむために、一度見てみたいわ。時代劇ファンなら必見の作品だぜ。この豪華な共演と緻密な物語展開をぜひ楽しんでくれよな。第3位、戦争と人間。第3位は、戦争と人間ね。どんな映画なのかしら？戦争と人間は、1970年から1973年にかけて公開された全3部作の日本映画だぜ。監督は山本薩夫さんで、五味川淳平さんの同名小説が原作なんだ。物語は、1928年の張作霖爆殺事件から1939年の野門藩事件までを背景に、戦争に翻弄される人々の姿を描いているんだ。なるほど。壮大なスケールの作品ね。キャストも豪華なの？ああ、滝沢治さん、芦田伸介さん、高橋悦司さん、浅岡瑠璃子さん、吉永小百合さん、北大路欣也さん、高橋秀樹さん、石原裕次郎さん、丹波哲郎さんなど、日本映画界を代表する俳優たちが勢揃いしているんだ。すごい顔ぶれね。物語の中心はどんな感じなの？物語の中心は、新興財閥五大家の人々だ。彼らの家族関係やビジネス、そして戦争による影響が書かれている。特に、長男の英介や長女の由紀子、次男の俊介たちが、それぞれの立場で戦争と向き合う姿が印象的だぜ。家族の物語を通じて、戦争の影響を深く描いているのね。そうだな。さらに、この作品は日本映画としては異例の大規模な戦闘シーンが特徴的なんだ。特に第3部では、ソ連国内でモスフィルムの協力のもと、野門藩事件の大規模な戦闘シーンが撮影されている。ソ連軍の協力で、稼働状態の戦車を準備するなど、リアリティを追求した映像が見どころだ。当時の技術でそんな大規模な撮影を行ったなんて、すごいわね。ああ、制作費も相当かかったらしい。第1部だけでも3億5千万円の制作費がかかったが、大ヒット作となったんだ。ただ、当初は4部作を予定していたけど、予算の関係で第3部で完結せざるを得なかったんだ。それでも、3部作で9時間23分の長さなんて、まさに大作ね。そうだな。戦争の悲惨さと人間の強さ、そして家族の絆を深く描いた作品だから、ぜひ一度見てみてほしいぜ。第2位、ボルサリーノ。第2位は、ボルサリーノね。どんな映画なの？ボルサリーノは1970年に公開されたフランスとイタリアの合作映画だぜ。舞台は1930年代のマルセイユ。出所したロッコシフレディ・アランドロンが、自分の恋人ローラ・カトリーヌ・ルーベルをめぐって、フランソワ・カペラ・ジャンポール・ベルモンドと出会うんだ。最初は対立するけど、次第に意気投合し、二人でマルセイユの裏社会を牛耳ろうとする物語さ。アランドロンとジャンポール・ベルモンドの共演なんて豪華ね。二人の関係性が見どころなのかしら？そうだな。最初は恋人をめぐって殴り合うけど、その後は強い友情で結ばれ、共に野心を抱いて行動する姿が書かれている。彼らの友情と裏社会でのサクセスストーリーが、この映画の魅力だぜ。でも、ギャングの世界って危険がつきものよね。物語はどう展開するの？二人はマルセイユの大物ギャング、マレロとポリに挑むんだ。最初の計画は失敗するけど、再起を図り、ついにマルセイユの裏社会を掌握する。しかし、成功の後にカペラは街を去ろうと決意するが、その直後に何者かに銃撃されてしまうんだ。友情と裏切り、成功と悲劇が交錯する物語なのね。当時のマルセイユの雰囲気も感じられそう。ああ、1930年代のマルセイユの風景やファッションも見どころだ。特に、二人が被る中折れ帽は、イタリアの帽子ブランド、ボルサリーのせいで、映画のタイトルにもなっている、スタイリッシュな映像と音楽が、
物語を引き立てているぜ。なるほど。スタイリッシュなギャング映画って感じね。見てみたくなったわ。ぜひ見てみてくれ。2大スターの共演と、粋な演出が光る名作だぜ。第1位、明日に向かって撃て。第1位は、明日に向かって撃てね。なんだかワイルドなタイトルだけど、どんな映画なの？明日に向かって撃ては、1969年に公開されたアメリカンニューシネマの代表作だぜ。実在した銀行強盗、ブッチ・キャシディとサンダンスキッドの逃避行を書いた西部劇だよ。監督はジョージ・ロイヒル。主演はポール・ニューマンとロバート・レッドフォードだ。アメリカンニューシネマって、どういう特徴があるの？アメリカンニューシネマは、伝統的なハリウッド映画とは違って、反落や自由、個人の生き方をテーマにする作品が多いんだ。この映画も、アウトローでありながら観客を引きつける主人公たちを描いているんだぜ。どんなストーリーなの？舞台は1890年代のアメリカ西部。ブッチとサンダンスは、家畜泥棒や銀行強盗を繰り返していたけど、鉄道会社が雇った追跡者たちに命を狙われることになる。逃げ場を求めた二人は、ボリビアへ向かうんだ。西部劇って荒野や銃撃戦のイメージがあるけど、この映画の見どころは？一番の見どころは、二人の友情だ。ブッチは陽気で頭の切れるリーダータイプ。一方サンダンスは無口で冷静な射撃の名手。この対照的な二人が織りなす会話や行動が、とても魅力的なんだ。それと、主題歌、雨に濡れてもが流れるシーンも映画史に残る名シーンだぜ。あの曲、私も知ってる。でも、西部劇にポップな曲なんて意外だわ。そうだろう？でも、この映画のユーモアや軽快な雰囲気を象徴してるんだ。さらにラストの、ストップモーションを使ったシーンも映画史に残る名場面として有名だぜ。ストップモーション？それってどういう演出なの？二人が銃撃戦に挑むクライマックスで、画面が静止したまま幕を閉じる演出だ。絶体絶命の状況でも、二人の姿が鮮烈に印象づけられるシーンで、見る者の記憶に深く刻まれるんだよ。それはかっこいい演出ね。キャストも気になるわ。主演のポール・ニューマンとロバート・レッドフォードは、この映画で絶大な人気を得たんだ。それに加えて、監督のジョージ・ロイヒルは、後にスティングでも二人を再び共演させて、これまた名作になったんだよ。アウトローの生き様と友情。それに映画史に残る演出や音楽。これは見てみたくなるわね。ああ、名作中の名作だから、ぜひ一度見てみてくれ。アメリカンニューシネマの魅力を存分に味わえるぜ。総評またはまとめ。これで1970年公開映画のベスト10を全部見たけど、振り返ってみるとすごく豊かな年だったのね。そうだな。1970年は、日本だけじゃなく世界的にも映画界が活気に満ちていた時代だ。アメリカンニューシネマの台頭、日本の人気映画の全盛期、そしてフランスやイタリア映画の独特な個性。どの作品も、それぞれの国や文化の背景を色濃く映し出しているんだぜ。確かに、どの映画も時代を感じさせる内容だったわ。だけど、テーマは人間の感情や絆だったりして、今見ても共感できる部分が多かったのが印象的だったな。映画はただの娯楽じゃなくて、その時代の社会や人々の心を映す鏡でもあるからな。今回紹介した作品たちは、50年以上経った今でも名作として語り継がれている。それは、テーマや演出が普遍的だからこそだと思うぜ。なるほど。こういう映画を見ると、改めて過去の文化や歴史を学びたくなるね。その通り、映画は、エンタメでありながら歴史や文化を教えてくれる素晴らしいツールだ。これを機に、1970年の名作をいくつか見てみてほしいぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。